どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆでてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回考えたいのは、デイビーバックファイトです。本編と関係がない、独立したショーだとよく言われていますが、そんなことはないと考えます。なぜワンピース100巻、1000話突破記念で制作されたドラマ、We Are One の一発目で、デイビーバックファイトが描かれた33巻を手にしたのでしょうか。そこには必ず意味があると考えます。そしてこのデイビーバックファイト編は信じられないかもしれませんが、ここまで1年半考えてきた一つだけの大秘宝シリーズやイム様の考察シリーズの内容とリンクしているのです。どういうことでしょうか。まだこれらの考察シリーズを見ていない方は再生リストからよかったらご覧ください。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただしこうした非公式の考察を知ることによってワンピース本編を読む楽しみが損なわれると感じる方は今すぐ動画をストップさせてください。よろしいでしょうか。行きましょう。まずはデイビーバックファイトについておさらいしておきましょう。デイビーバックファイトとは強欲な海賊デイビー・ジョーンズにちなんだ海賊同士のゲームだそうです。このゲームに負けると仲間や海賊機を奪われます。それはかつてロックス海賊団が結成された海賊たちの楽園海賊島蜂の巣にて発祥したといいます。この島は現在黒ひげが拠点としています。このデイビーバックファイト編の重要性を考えるには、漫画内で語られた海賊デイビー・ジョーンズではなく、我々の世界での船乗りたちの伝説デイビー・ジョーンズの監獄について考える必要があります。デイビー・ジョーンズの監獄とは、溺れた船乗りの死や沈没船を表す海底のことです。船乗りや船が海底に沈んだことをデイビー・ジョーンズの監獄に送られたと表します。そしてデイビー・ジョーンズとは船乗りの間で信じられている悪魔のことで、この海底の悪魔デイビー・ジョーンズのモデルの候補は3人いるそうです。1人は旧約聖書に出てくる預言者ヨナです。海底の悪魔デイビー・ジョーンズはヨナの亡霊とも言われ、この預言者ヨナは神に逆らい海に放り込まれ魚に飲まれたと言います。このイメージはこちらの一つなぎの大秘宝シリーズで考えたラフテルの考察と同じです。僕は1年半前、ラフテル、ワンピースとは神である天竜人に逆らい滅ぼされたある巨大な王国の跡地だと考えました。そしてその王国の跡地は数々の要素からクジラに飲み込まれており、そのクジラは3つの正義の門で守られた多大海流の中央の大渦に囚われていると考えました。つまりクジラは囚人です。それはつまり海底の監獄デイビー・ジョーンズの監獄となると、もしも僕の考察が正しいなら、800年前にラフテルはジョイボーイと共に海に沈められたと考えますから、ジョイボーイのイメージはデイビー・ジョーンズ。神である天竜人は子供をしつける際に D に食われてしまうぞと、まるで D を悪魔のように扱っていますから、 D とは海底に沈んだ悪魔デイビー・ジョーンズのイメージだという可能性は大いにあるのではないでしょうか。そしてこの海底の悪魔デイビー・ジョーンズのモデル2人目は、よく海に落ちる間抜けな船乗りだそうです。これはジョイボーイの再来だと考えるルフィのイメージと合致しています。ルフィはすでに作中で数えきれないほど海に落ちています。そしてこのデイビー・ジョーンズはワンピースではホーディ・ジョーンズの名前の由来ともなっているでしょう。これもすでにこちらで考えましたが、ホーディはルフィと表裏一体キャラです。まず服装がそっくりですが、このホーディはルフィの新世界での行動を先取りしているとも考えました。そしてデイビーバックファイトは海賊島蜂の巣で生まれたゲームですから、現在海賊島蜂の巣を拠点としているルフィと同じ D である黒ひげもまたデイビー・ジョーンズのイメージがあるかもしれません。つまりは D の一族のイメージがあるということです。そしてさらにまだあります。デイビー・ジョーンズのモデルと言われる3人目の候補は、船乗りを誘拐したパブの店主が由来だとする説もあるそうです。このパブの店主のイメージはビンクスの酒とつながるかもしれません。僕はこちらの動画でラフテルの意味笑い話とは、ルフィの1話の宝払いの伏線からジョイボーイは800年前酒代のツケと、さらに夢約束を果たせなかったツケを含む宝払いが残ってしまい後悔している手紙ポーネグリフがラフテルにあると考え、それこそがロジャーたちが笑った笑い話だとも考えました。そして185話扉絵連載はっちゃんの海底散歩では、助けたパンダのようなサメパンサメからお礼に肉をもらっています。この海底の冷蔵庫の中の肉はもしかするとデイビー・ジョーンズの監獄、別名デイビー・ジョーンズロッカーのイメージでしょうか。肉はルフィが欲しいものですから、それはルフィが欲しいものワンピースのイメージなのかもしれません。つまりは王国の跡地、肉とは国でしょうか。とにかくデイビーバックファイトの海賊デイビー・ジョーンズは海底の悪魔デイビー・ジョーンズが元ネタであり、それは海底に沈みクジラに飲まれ囚われていると過去に考えたラフテルやジョイボーイのイメージを表している可能性があります。続いてはデイビーバックファイト
そのものを考えましょう。デイビーバックファイトに負けると仲間や海賊機を奪われてしまいますが、これも実は一つなぎの大砲考察シリーズとつながります。こちらの考察では800年前天竜人に滅ぼされたと思われる黄金鏡シャンディアがあったドクロの島ジャヤはドクロの海賊機のイメージだと考えました。そのドクロの島ジャヤの左目部分が攻撃されたと考えました。さらにこちらの動画では800年前の戦いは900話バッドエンドミュージカルがヒントだろうと考えました。この900話でサニー号の海賊機はビッグマムに攻撃され海に沈んでいます。これこそが800年前のドクロの島ジャヤのバッドエンドであり、それは敗北して海賊機を取られたイメージです。さらにこの900話の扉絵ではルフィがクジラを釣り上げているのも意味深です。900話の話数の語呂合わせは食われるです。そして次の901話では海に沈むサニー号を和田摘みが口の中に入れて助けていました。これがラフテルを飲み込んだクジラのイメージと合致しています。とにかくデイビーバックファイトが表すものとはドクロの海賊機ドクロの島を奪われたイメージだと考えます。次にデイビーバックファイトでルフィたちはチョッパーを奪われていました。これは何を表しているのでしょうか。もしかするとイム様を表しているかもしれません。なぜならこちらの動画ではイム様は天竜人たちの不老を実現するイム様イコールイム様だと考え、それは141歳という長寿のドクタークレハと表裏一体だと考えました。実際にクレハの語呂合わせクレハ908話でイム様は名前が明かされています。さらにドクタークレハの技術を受け継ぐチョッパーもイム様を表すヒントキャラだと考えました。なぜならトナカイの和名は順六、それは16イムだと考えるからです。そんなチョッパーは小田先生の画集カラーウォーク4イーグルにおいて仏として描かれています。仏とはイム、さらにもみじクレハが待っています。以上のことからチョッパーはイム様を表すヒントキャラであり、デイビーバックファイトでチョッパーが奪われたなら800年前もしかしたら不老を実現する神の子イム様は天竜人たちに奪われたのかもしれません。以上です。今回はデイビーバックファイト編が表すものを考えました。それは一つなぎの大砲やジョイボーイ、イム様など過去の考察と重なるので800年前の争いを表していると考えます。一番意味がないと思われたデイビーバックファイト編こそが一番意味があったという可能性。それでは最後にこれも以前考えましたが、デイビーバックファイト編で提示されたとんでもないダジャレで終わりにしましょう。それは315話秘密の部屋に登場した銀狐のフォクシーの姿。それは女の医者に変装した男ジョイボーイ、それは同時にイム様。デイビーバックファイト編は800年前のジョイボーイとイム様イコールイム様につながるヒントが提示されているかもしれません。315話秘密の部屋の話数の語呂合わせは最後です。最後の島ラフテルはデイビーバックファイトが行われたロングリングロングランドのように海底から浮かび上がるかもしれません。皆さんはどう思われましたか。ご意見や考察してほしいなどがあればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。